なんとも可愛らしいお釈迦様。慈愛に満ちた面持ちの木彫りの仏様たち。そしてなんとドローンに阿弥陀如来を乗せたドローン仏。仏教の世界観をユニークな方法で分かりやすく伝えようと挑戦しているのが今回の主人公です。20年のキャリアを持つ仏師三浦鷹山さんです。ドローンに阿弥陀如来を乗せたのはある仏教の教えを具現化するためです。仏教の教えで阿弥陀大号というものがありまして、極楽浄土から阿弥陀様が菩薩たちを引き連れて雲に乗って天井から降りてくるというものがあるんですね。それを立体で表現できないかという思いから始まりました。ドローンに仏像を乗せる奇想天外な発想です。三浦さんはサラリーマンを3年した後一念発起、仏師を目指して滋賀の仏師の下で13年間修行に励み、2012年39歳で独立しました。仏像の顔、表情は彫り手の心を映す。仏師の道は仏教の修行に通じるものがあります。仏像というのはいろいろな方が仏像の向こうにある仏様に祈りを捧げているものだと思っておりますので、その仏像があまり存在を主張してはいけないのではないか、ちょっとノイズになるんじゃないかなという思いがありますので、どなたが見てもスッと手を合わせられるような、そういった仏像を作りたいなと思っています。三浦さんは仏像の修復も手掛けています。2018年、兵庫県丹波篠山市の有形文化財に指定された文法寺楼門にある一対の仁王像。この仁王像が彫られたのは室町時代初期。数百に及ぶパーツを使う寄せ木作りです。一体につき1年以上かけて解体修復を行いました。三浦さんの仏像彫刻の工程の一部を見せてもらいましょう。これは寄せ木作りの阿弥陀如来像。一本の木を彫り上げる一木作りに対し、寄せ木作りは主に4つのパーツから構成されています。仏像彫刻には様々な決まり事があり、マス目を鉛筆で描く細割り法を使って彫っていきます。私たちはその彫刻するときに単純にイメージで彫っていくというわけではなくですね、体に格子を入れてですね、でその格子を一つの基準として彫っていくんですね。この像の場合、この足元からこの上際までですね、ここの間を10等分いたします。例えば胸幅は2つ分あるですとか、おへその位置が足元から6つ目のところにあるですとか、かなり細かく決まり事がありまして、それに沿って作っていくようにしています。顔の緩やかな曲線や衣のシワや膨らみに至るまで、まずは彫刻刀だけを使って彫り上げていきます。ある程度彫り終えたら小さなカンナで仕上げます。普通カンナって平らな面を出す道具なんですが、僕たちはこれで彫刻の柔らかい流れを出すのに使ってますね。三浦さんはもともと仏像鑑賞が好きだったのですが、ある仏師が彫った仏像との出会いがこの道を志すきっかけとなりました。私は鎌倉時代の仏像が非常に好きでして、その中でも有名な快慶ですね、運慶快慶で有名な快慶の仏像というものに非常に惹かれますね。兵庫県浄土寺の国宝
阿弥陀三尊像などを制作した鎌倉時代を代表する仏師の一人、快慶。当時の仏像という、1000年前の仏像というのは藤原氏ですとか国が作ったりとか、いわゆる権力者たちが作っていたものですから、当然その当時一番最先端のものを集めて完成させていたと思うんです。はい、仏像は時代の最先端を映す鏡。例えば仏師上長が彫った平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像と、堂内壁面に祀られた雲中供養菩薩。お堂の高い壁のところに木で彫った仏像を貼り付けて、でそれで視覚的に仏たちが宙に浮いているということを表現していたんです。それが仏教を人々に伝える時に大きな視覚的な効果があったんじゃないかと。令和の時代の新しい表現とは。考えついたのが冒頭でも紹介したドローンを使った阿弥陀如来来迎の再現でした。この日、京都市右京区西院に仏師の三浦鷹山さんの姿がありました。三浦さんが訪れたのは京都利休ビル。三浦さんの目線の先にあるのは 3D プリンターです。三浦さんが彫った仏像をスキャン・データ化し、樹脂を使って仏像を作りました。三浦さんは CT スキャンと 3D プリンターを専門に扱うキャステムの石井さんと試行錯誤を重ねてきました。ドローンに仏像を載せるには 3D プリンターを使う必要があったのです。ドローン仏で仏様を飛ばそうと思った時にですね、一番のネックが重さだったんですね。薄い 3D プリントを制作していただいて、でこれだったら飛ばすことができるということで完成に至りました。そんな 3D プリンターの技術を使い、三浦さんは龍岸寺の池口隆法住職と協力して新たな取り組みを行っています。例えばこちら、三浦さんが一つ一つ心を込めて彫った木像を 3D プリンターで縮小コピーした樹脂製のガチャ仏です。私としては別に常にここのお寺でドローンを飛ばしたいわけでも、もうガチャで有名なお寺にしたいわけでもなくって、そこはやっぱり一つの入り口かなと。そこからどうやってきちっと日本の伝統的な文化であったり信仰であったりっていうところにきちんと引き込んでいくかっていうところ、そこをやっぱりおろそかにしないようにしたいなと思ってますし、そういうところは三浦さんと一緒にやっていきたいなという思っているところでもあります。工房や龍岸寺では三浦さんによる仏像彫刻教室も開催しています。木から一つ一つ丁寧に心を込めて仏様を掘り起こしていく仏像彫刻の本質を伝える教室です。古い仏像が今なぜ私たちが見ることができるか、1000年以上前のものを見ることができるかというのは、やはり途中途中で修復がされてきたからですね。仏師という技術がですね、代々先にも残っていかないと、仏像の姿というのもこれから1000年残っていくのが難しくなると思いますので、私は修行時代師匠から教わったこの仏像を作るという技術をですね、やはり弟子を育成して、でまた次の世代に伝えていきたいなと思っております。
三浦さんは彫刻家の加藤義山さんと共に東北大震災で被災し仏像が失われた寺院に新たな仏像を収めるプロジェクトにも参加しています。仏師三浦陽山さん。手彫り、3D プリンター、ドローン仏、ガチャ仏、材質、技法、表現方法は多種多様ですが、仏像の向こうにある仏様への思いは受け継がれていくのです。